2023年1月から3月までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。1月から3月までの双子座さんのリーディングを行います。まずこちらにバックのカードを、年末のリーディングで同じカードが出ていたということで、この年末年始でとてもお金の良いお仕事とご縁があったりとか、ご出世されてお給料が上がるなど、お仕事運がとても良いというのと、金運もとても良い。それは七夕的にお金を手に入れる方もいれば、大掃除をして見つけた今は使わないものがとても高く売れるとか、中には宝くじに当たる方もいるのかなって思うんですけれども、それくらいこの年末年始というのは金運がとても良いと思います。その金運、お仕事運というのも、あなたの直感が鋭くて、その直感に従って行動することによって、あなたにぴったりでとてもお金の良いお仕事や、七夕的なお金を手に入れていく。こちらにハイプリエステスとラバーズが出ております。直感に従って行動することで、あなたにぴったりの人、ぴったりのお仕事と出会っていく。そしてそのあなたにぴったりなお仕事、ぴったりな人に出会うというのは、こちらにブリッジのカードも出ておりまして、あなたが問題を克服していくこととつながっている。ですので、お金で問題を抱えていた方は、この時手に入れるお金によって、その問題が克服されていく。人間関係で特に恋愛や結婚で問題を抱えていた方の場合は、この1月から3月の出会いによって、あなたが抱えていた問題が克服されていく。こちらにデスカードも出ておりまして、相当苦しんでいる方もいるのかなって思うんですけれども、その苦しんでいることがお仕事であったとしても、恋愛や結婚だったとしても、お金の問題だったとしても、この時期はあなたが問題を克服していく方向に導かれていて、こちらにカラスのカードも出ておりますが、この直感というのもお告げのような直感で、それに従って行動していくと、自然と問題が解決されていく。そしてそのお告げのような直感というのも、問題の解決のためだけではなく、愛する人との愛を深めていくため、あなたがエネルギーを注いで行っているあなたにぴったりのお仕事を、勉強をより高めていくため、あとは創作活動をされている方もいると思うんですけれども、この時はこの神がかった直感でたくさん創作できると思います。そのたくさん創作できることによって、あなたにお金が入ってくる、お仕事の依頼が次々と入ってくる。こちらにペンタクルのエースも出ておりますが、それまでよりもステップアップしていく。今までの延長ではあるんですけれども、違う段階に上がっていくんじゃないかなって思うんですが、それは出世をする方もいれば、今まで自分を活かせていなかったような環境にいた方の場合は、
自分を活かせる環境に移行していく。その自分を活かせないというのも、あなたが持っている技能や経験や知識というものを活かせるポジションになかった方もいるのかなって思うんですが、でもこの時期をきっかけに、そのご自身の技能や知識、経験を活かせるようなポジションに変わっていく。あとはこの時期で突然それまでのお仕事がなくなる方もいると思うんですけれども、その場合はとても大きな力が働いていくと思うので、気づいたらあなたに合わない、していてもつまらないというようなお仕事が終わっていて、あなたにぴったりのお仕事が始まっている。それは見る人は見ているということでもあり、あなたが腐らずに自分を磨き続けていた結果とも言えるんですが、こちらにハーミットも出ておりまして、このカードでは亀が描かれてますけれども、今までコツコツと長い時間をかけて勉強してきたこととか、経験を積み上げてきたこと、そういったことが役に立っていくというのと、一人で行う創作、勉強、研究のようなものが、この時期はものすごくはかどる時でもあると思います。しかもご自身の人生を長期的に眺めて、必要だって思えるようなものに取り組める。時間はかかるかもしれないけれども、自分のために、自分の人生のために取り組みたいって思えるようなものに取り組める。自然とそのための時間も取れると思いますし、それがお仕事の役に立ったりとか、お金につながっていく方、とても多いと思います。しかもこの時期でお金につながっていく。例えば趣味の延長で無償で行ったことというのにお金が発生してきたりとか、ご自身が勉強していることの人脈を通してあなたの人生をいろんな意味で豊かにしていくような人に出会っていくとか、あなたが一人でコツコツと取り組んでいることを通してあなたを幸せにしていく良いことがある。協力者との出会いがある。恋人になる人との出会いがある。そしてこちらにペンタクルの4とカップの6も出ております。あなたがコレクションしていたもの、そのコレクションというのは、物の場合もあれば、経験や知識の場合もあると思うんですけれども、それがお金にお仕事になっていく可能性もあるって言われています。それは最初に申し上げたように、大掃除の際に見つけた何かが、もうあなたには不要なので、ネットオークションに出したら、ものすごい高値がついたとか、あとはお正月とか春休みで、帰省される方もいると思うんですけれども、ご実家の物置を整理して、そういうお宝を見つけていくとか、そういったものがお金に変わって、そしてあなたを助けていく。あとは、このかつて身につけていた技能、持っていた資格、そういったものがお仕事の役に立っていくという可能性も高いと思います。例えば、かつてあなたが作ったものというのが、今のあなたにインスピレーションを与えて、そして大きなお金を生む作品を作っていくとか、今行き詰まっている方の場合は、過去に大きなヒントがある。過去に、そして物置に、クローゼットの奥にお宝が眠っている可能性があるって言われています。そしてこちらにセラピス・ベイ様のジョーカーというカードも出ておりまして、この過去培った経験や知識、そしてコレクションしていたものをお金に変えていく、お仕事にしていくことで、あなたのエネルギーが浄化されていく。あなたの過去が浄化されてお金になっていく。それだけ浄化しきれなかった過去がある。その浄化というのは消化に変えてもらっても今回はいいのかなって思うんですけれども、自分で蓄えるだけ蓄えて消化しきれなかったもの、まだ早いと思って取っておいて、その存在を忘れていたようなもの、それをこの時使うことによって、今のあなたに、これからのあなたにも必要なお金を生み出していく。そしてこちらにキャメルのカードも出ておりまして、今回この組み合わせでラクダなので、この時の一番のラッキーアクションになるかなって思ったのが、
巡礼の旅なんですけれども、それは過去に戻っていく旅でもあり、実家とかホームと呼ばれるようなところに帰る。その昔に戻ることによって、今のあなたに、これからのあなたに必要なものが見つかっていく。あとはそのホームというのも、実家じゃなくても、自分にとって故郷と思えるようなところ、それは心のふるさとという場合もあると思いますし、あなたにとっての原点、創作の原点の場合もあれば、あなたの人生の分岐点になったようなところ、そういうところに出かけることによって、あなたに必要なものが見つかっていく。そしてあなたの消化しきれなかったような過去が浄化されていく。一番近い巡礼の旅というのは、この時はクローゼットとか物置とか、あなたがしまい込んで忘れていたようなものというようなものを掘り出していく旅になると思うんですけれども、この旅の距離が短くても長くても、いろんな形であなたを浄化していって、それがきっかけで、今の、そしてこれからのあなたに必要なお金を、お仕事を手に入れることができる。そしてこの時はというか、普段からコミュニケーション能力高い方多いと思うんですけれども、この時はいつも以上、調子が良い時の倍以上、コミュニケーション能力が高い。特に話す能力、伝える能力。ですので、お仕事でも恋愛でも、あなたから積極的にコミュニケーションをとっていくと、自分の言葉で自分のエネルギーで、とても良い方向に運を開ける。たくさんのメッセージを受け取る時だと思うので、それを言葉にして、自分自身にも、そしてあなたの愛する人たちにも、周りの人たちにも、メッセンジャーとなって伝えていただいて、消化しきれなかった過去をお金に変えることによって浄化して、あなたにぴったりなお仕事、ぴったりな人との出会いが待っている、新しいステージに進んでいただきたいなと思いました。それでは1月から3月までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。